子供から、これを直してほしいと言われたのでちょっとやってみましょうかね。こんな感じです。変な音がしますね。音だけします。ちょっと分解してみたいと思います。特殊なネジですねこれ。はい、これをですね直していきます。はい、これから基板のコンデンサーを交換していきたいと思います。これね、こう100の 6A って書いてあるんですが、これどうも6ボルトみたいで100マイクロファラットの6ボルトということです。容量の多いものであれば大丈夫だと思うので、この16ボルトの100マイクロファラット、この辺りを使っていきたいと思います。とりあえずね4つ交換して様子を見ていきたいと思います。OK、完璧。 OK。 はい、じゃあこれハンダ吸い取り線で、ハンダをきれいにしていきます。ハンダ吸い取り線はハンダの上に置いて、溶かしていくと、そしたら勝手に吸い込んでくれます。あんまり難しくないですね。 OK。 ここにくっつけていきます。電解コンデンサーなんですが、この短い方がマイナスで、この長い方がプラスですね。でこのアルミ電解コンデンサーは黒い方がマイナス、無印の方がプラスなので、付け方としてはこういう風になります。今ちょっと配線をしてですねやってみます。これ音だけは出るんですけどね、ちょっと他のソフトでもやってみましょう。これね、ソフトによって差があるってことは、この端子側の問題もありますね。もしかするとこれかもしれないな。今ねやってみたんですけど、どうもこれではないということで、これかこの2つやってみたいと思います。ちょっとね画像を撮っといてね、忘れそうなんで、10マイクロファラット16ボルト、あんまりこっちやりたくないですね。できれば最小限でとどめたいですけど、10マイクロ25、これですね。これを2つやって試しましょうか。これですね。これを取ってきます。ちょっと取れた。 OK でハンダ吸い取りしましょう。はい、こんな感じです。こんな感じです。はい、次これですね。こっちも怪しいな。こっち行ってみようかな。こっちこれやってみましょうか。10マイクロファラット16アンペア。もう一回さっきと一緒ですね。ちょっと付け替えてみます。はい、ここ付け直しました。この接触があまり良くないみたいなので、こう全部ハンダ付けしていきます。で、中央終わりですね。左行きます。よし、これでどうだ。これ全部再度付け直しました。結局ですね、あの後もう1台ハードオフで買ってきましてですね、で症状を見たんですけれども、全く同じ黒い画面が表示されました。何が原因なのかは全然わからなくてですね、コンデンサの容量を測るテスターを持ってきましたが、
これが非常に精度が悪くて中華テスターなんですけれども、コンデンサの極性がありますので、めちゃくちゃですね。これあんまり良くないです。ということで、コンデンサの容量は正確に測ることができません。接点復活剤も当然入れてやっているんですけれども、で最後の手段でコードが悪いんじゃないかという仮説を立てましてですね、コードを交換しました。これが交換前のコードですね。見た目一緒なんですけど、これ200円ぐらいのやつなんですけどね、Amazon で買ったやつからこのちょっと高い1400円のコードに交換しました。もうこれが最後の手段ですね。これで作らなかったらもうちょっと、ね、原因がわからないと、基板のこの IC チップの問題かもしれないので、それはねさすがにこう直せないので、最後の手段を試していきたいと思います。基板から直差しでやってみましょう。ちょっとドキドキですね。いきます。大丈夫かな。さあいけるか。おめえの出番だ。こら。ここまでは一緒ですね。おお、映った。映った。さあ、よし。ということはこれ3台とももしかしたらいける可能性がありますね。ちょっともう2台試してみましょう。でもう2つ目ですね。こっちはですね、サウンドらしいんですけど、これの中のコンデンサーも全部やり替えました。これを試してみたいと思います。コードとのその複合要因だったかもしれないですね。おめえの出番だ。ここまでは一緒なんです。音までは出たんで、おお、いけた。画面もめっちゃ綺麗ですね。さあ、じゃあ次。3台目はね、基板の形状がちょっと違うんですね。これがついてない。これもコンデンサーね、やり替えてます。おめえの出番だ。ここまでは一緒なんです。おお、来た。変なシワとかもなく、縦じわとかもなく、ちょっとやってみましょう。あとはね、動作チェックしたいと思います。はい、というわけで3台とも結局治りましてですね、何が問題だったのかという総括なんですけども、コンデンサーも悪かったと思います、絶対に。あとはですね、コードですね。でこれ AC アダプターちょっと変なやつなんですけど、電圧等々がだいたい一緒ぐらいのやつを使ったので、このコードですね、赤と黄色と白のコードがあんま良くなかったのかなというふうに思います。基板自体は非常に大きいので、修理はどっちかというとしやすいのかなと思います。ハンダがきちっとできてればちゃんと治る可能性はあるというふうに思います。というわけでね、是非皆さんもチャレンジしていただければなというふうに思います。